に天才が発明、事故がマジで起きづらい鉄無限アイアンゴーレムトラップの作り方。アイアンゴーレムトラップは結構事故が多い。そんな中、詳しい知識がなくても真似して作るだけで動かない事故をむちゃくちゃ回避できる、この形最強です。理論上最強のゴーレム同時脇最大3体なので、効率についても圧倒的。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まず作る場所を選ぶんですが、半径100マス以内に村や自分の拠点がないことをご確認ください。つまりベッドや金、職業ブロックや村人がいると村判定がずれてゴーレムトラップが動かなくなってしまいます。なので100マス離しましょう。作る場所を決めたら、まず1マス削って横に1マス間隔で削っていきます。もう地面直削りで OK。 5マス削りました。作る前の注意点、使用素材説明欄に全て記載あります。そうしたら奥に合計6マスになるように同じように削っていきます。1マス開けてちょん、1マス開けてちょん。これを合計6箇所穴開けていく。今こんな感じ。横が5マス、縦が6マス。これを大きい四角になるようにどんどん削っていきます。合計30マス削るというイメージですね。1マス開けてちょんを繰り返していきます。上から見るとこんな感じ。この今開けた穴に職業ブロックを詰めていきます。このような形になりました。この装置マジで簡単です。いきます。まず職業ブロックの斜めにちょん置きまして、合計3マスになるように縦積み。そこからいきます。この職業ブロックの四角をぐるりと囲むように3マスの壁を立てていきます。そしてブロックなんですが、皆さんがねマス数数えやすいように滑らかな石使ってますが、石系ブロックだったら何でも OK です。木材は絶対に避けてください。マグマで燃えちゃったりします。ぐるりと囲っていく。ドカーンと職業ブロックのギリギリに3マスの壁が立ちました。ここまでできたら中、敵が湧かないように松明で湧き潰ししてください。次に3マス目にブロックを置いて、こちらこのように屋根を作っていきます。これまで私が紹介したゴーレムトラップの中でもかなり簡単な方だと思いますんで、初心者さんにもガチでおすすめ。蓋しました。空間ができまして、一度ねプレイヤーちょっと外側行きたいので戻してあげて、一度縦積みして屋根の上に行ってあげてください。上から見るとね長方形になっているはずです。短い辺に立ちまして、よくご覧ください。上から123マス目数えまして、横に123マス目、この位置にベッドを設置してください。上から見るとこんな感じ。そしたらこの列にはベッドを7台設置して、ジャギーン、ベッドが設置できました。次に反対側向いてもう一度同じ箇所にベッドを設置していきます。上から123、そして右に123マス目にベッド、横に合計7台設置していく。12の3。上から見るとこんな感じ。かなり整理整頓されてます。色なんでもいいですからね。次に長いところに立ちまして、この位置、上1マス開けてこの位置ですね。この位置にベッドを置いたら合計5台のベッドを設置していきます。ジャギン、ゆっくりやっていきましょう。続きまして反対側向いて、またしてもこの位置5台設置していきます。上から見るとこんな感じ。そうしたらど真ん中に立ちまして、ここがマス数的にもど真ん中ですね。目の前に置く、そして後ろ向いて目の前に置く。今置いたベッドの両サイドにベッドを1個ずつ置いていきます。よいしょよいしょ。このような形で置けてたら OK。 そうしましたら真ん中3マス削って、ベッドの側面ですね、一度中に入りまして、簡易的に階段を作ってあげます。よいしょよいしょよいしょと。ここに村人さんにいていただくんですが、1マス削ってハーフブロック、はい、この形で置いてください。そしてこの場所ハーフブロックにして、ここも削ってハーフブロック。わざとここを半分の段差にしていきます。よいしょよいしょ。それで上がれるようにしていき、ハーフブロックでの階段ができました。ここまでできたらまた縁に立ちまして3マス縦積み。これむちゃくちゃ簡単じゃない？一周ぐるりとやっていきます。これマイクラ知識なんですが、今回ベッド30台以上置いております。アイアンゴーレムトラップはまず10人の村人、そして10台のベッドからゴーレム湧き始めるんですが、10人20人30人と上がっていくにつれてゴーレムの同時湧き数が1体2体3体と上がるんですね。なので理論上かなり効率のいいゴーレムトラップになってます。ただ10台から20台は効率の上げ幅が大きいんですが、20台から30台は上げ幅が鈍化するという仕様になっているようです。この通りに作れば OK です。ここから超重要。
まず、中に入りまして、四つ角に3マスずつの通路があるの分かりますでしょうか？はい、ここですね。ここは石で埋めてしまいます。はい、ゴーレムがね、ちょっと湧かないようにするためです。はい、このように、湧き潰してあげて、四つ角全部ギチギチに埋めてしまいます。はい、こちらも埋めてあげると、上から見ると四つ角通路が埋まりました。松明を置いていくんですが、置く位置非常に重要です。ゴーレムのね、脇を邪魔する形で置いていく。上から見るとこんな感じ。合計7本の松明を置きました。この位置に置いてください。ここまでできたら上に立ちまして、3マス目を全部蓋。動画の説明欄には作った後動かないなどのトラブルシューティングも記載してます。それでもわからない方ね、ぜひコメントください。最新仕様をお調べして、全てお返事いたします。じゃけん蓋できました。今、ゴーレムトラップの箱がこちらにありますが、真ん中、どこでもいいので3マスほど削ると、はい、目の前に階段がある状態にしてください。この向きですね。ほんと、どこでもいいんですけどね。このようにフェンスで蓋します。で、この壁から横に、だいたい10マス程度伸ばしまして、10個フェンスを置きました。反対側からもフェンスを置き、大きな四角にしてあげてください。これ何しているのと、ここに村人さんを連れてきて、繁殖させます。で、ここで大人にさせてから、一気に、ゴーレムトラップに入れる。これが一番事故のないやり方です。このゴーレムトラップのあたり一帯、だいたい半径40マスぐらいは、このように松明などで湧き潰ししてあげてください。というのはね、ここから村人さん連れてくるときに、夜が来てしまったりするとね、非常に危険なので、もうできる限り湧き潰す。あたり一帯湧き潰しました。では、ここから村人さんを連れてくるんですが、皆さん、最初に言いました。半径100マス以内に村がないようにしてくださいって私言いました。なので、ここから村人輸送をしていく必要があります。ここにまず村人さんを2人連れてきたい。もちろんね、こっちの方角に村あったなとか、拠点に村人さんいる方は、そちらに走っていただいて、歩いてればさすがに見つかりますんで、まず村を見つけましょう。かなり遠くですが、村を発見しました。ここから注意点が続きます。そして、この動画最後まで絶対見てください。連れてくる村人なんですが、緑の服を着たニート村人さんは連れてきてはダメです。職につけるね、村人さんを連れて行きます。まず村人さんを連れてくるときは、村人さんボートに乗っていただきまして、よいしょよいしょ、 OK。 村人さんを2人連れて行きたいんですね。ボート2台で1人ずつ乗せるスタイルでも OK です。リードをボートにつけます。そうすると、はい、このように引っ張ってこれるんですね。そしてこのような段差とかもちょっと引っ張りながらプレイヤーがジャンプすることでボインとついてきてくれます。ちょっとこういうややこしい段差があったりする場合は、ブロックなどでこのようにちょっと道作ってあげながら、よいしょよいしょよいしょ、こっち来てくれ、削ったりして段差をね、こうやって乗り越えてあげてください。そしておすすめなのは、もう川や海に到着したらですね、自分もボート乗ってリードで引っ張ってあげる。これがね、一番楽なんで、海見つけたら超ラッキーです。連れてきました。もう連れてくるとね、家事台に反応して、もうすぐ道具家事になってくれてます。で、ここからなんですが、まず村人さん引っ張りながら、こう壊しまして、はい、村人さんこんにちはーつって、2人連れてきます。大人村人ですね。その上で、はい、蓋しまして、ここに羊毛のカーペットを1枚置いておくと、プレイヤーだけ飛び越えて出ることができるので、おすすめです。到着したら、解放してあげて、ここから、この大人村人を30人まで増やします。これ大変じゃない思った方、ゆっくりやっていきましょう。まず、子供を増やす必要があるんですね。子供は村人2体が必要で、村人1人にパンを3つあげてください。これなんで3つなのか覚えやすい形で言うと、成人、大人村人用に1個ずつ、そしてお子さん用に1個ずつ。なのでパンが3つ必要。こう覚えてください。これね、全村人さんにパンを3つあげていきます。そうするとハートが出て、ベイビーさんが生まれるはずです。トゥン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 。ハートが出終わった後、出ましたーこの村人さん顔アップデートでね、大きくなりましたけれども、たまに怒りマークが出たりするんですが、その怒りマークは、昼に出る場合は、この職業ブロックに到達できねえんだけどっていう怒り
りなんで気にしなくていいですし、夜に出る怒りマークはベッドに行けないんだけどって怒りマークなんで気にしないでください。で、子供生まれたらもう1回3つずつあげてあげる。1、2の3。どんどんパンあげていきます。このようにね、勝手に拾っていきますが、もう出しまくっちゃっていいです。で、こんなにね、パンないんですけどっていう方、ぜひこちらの動画も参考にしてみてください。畑自動回収装置となってますんで、横に作ってパンを無限に回収しながら育てる。これもね、おすすめです。30人になるまでもうひたすらパンをあげていく。この子も大人になったらパンあげれるんで、どんどん速度上がっていきます。来ました、大人になりました。リアル時間で20分で、大人になります。その上でもうパンあげまくっていただきたいんですが、どんどん大人になっていく。素晴らしい。もうこっから早いですよ。2人追加で大人になったら、あとはもう激早です。ポコポコ大人になっていくはず。30人の大人村人をね、作ってほしいんですけれども、これ人数数えるの無理ゲーじゃないと思われた方、スマホとかで写真撮って数えてください。物理的なんですかって。それがね、一番楽でしたね。はい。大人になったらどんどんパン。マジで説明欄にある小麦自動回収機作るのガチでおすすめ。今数えたら30人いました。さっきも言った通り、このちびっこ村人は大人になるまでリアル時間20分かかります。なので、スマホなどでカシャって撮った後、20分はね、待ってみてください。ということで30人大人になったんですが、こっから大注意点。そしてこの動画ね、何度も言ってますが、最後まで絶対ご覧ください。注意点のオンパレード。まず、これがね、正しい村人さんなんですが、緑の服を着たニート村人さんが混じってます。30人いる中で、2人混じってますね。ニート村人さんが。これアカシアの村人さんなんで、見た目違う方いらっしゃると思いますが、この人はね、職業に就けないんですよ。ゴーレムトラップには使えない村人さんなんですね。この村人さん、3択がございます。1つ目、ネザー送りにする。2つ目、この村人さんを100マス以上離す。はい。大変ですね、どっちとも。3つ目、その剣とか斧でグッバイ。この3つ、この3択なんですよ。皆さんご判断ください。で、私はいずれかの方法でグッバイします。はい、グッバイしたらですね、ちょっと右手に持ってる剣は気にしなくて OK です。ハートがですね、大量に出始めます。これ何をしているかというと、緑の村人さんが減ったことで、いや、もうちょっと、子供生まれましたね。みんなね、パン多めに持っちゃってたんですよ。なので、村人増やせるぞということで一斉にハートが出たっていう感じです。30人前後で頭打ちになってるの思った方いらっしゃると思いますが、村人さんが生まれるにはベッドがプラス1台ないとお子さん生まれないんですね。なので一斉にハートが出始めたということでございます。ベビーさんが2人いますね。で、ここから大変なんですが、またこのちびっこが大人になるまで20分待つ必要があります。これ大変ですが頑張りましょう。暇だなって方はね、ぜひは周りの湧き潰し頑張ってみてください。30人の大人村人さんができました。緑の服を着たニート村人さんがいないことをご確認ください。それではまずプレイヤー外側出まして、ちょっと一度ね、壁破壊して中入ってしまいます。いきますよ。フェンスを破壊します。バーゲンセール開始ーっつって、どうぞーっつって、どうぞーっつったらね、こっちの部屋にパラパラですけど入ってきました。これ何かというと、職業ブロックに触ってね、職業したいよーってみんなね、今仕事してくれているという状態です。で、村人さんこのね、上の、ベッド部屋にも行くことができます。そうしましたら、村人さんを一回全員この中に閉じ込めます。村人さん入って、頼むガチで、今いい感じ今いい感じやねん。オッケー。そしたら蓋します。はい、頑張って、よし。はい、村人さん全員中入ってくれました。こうなったらマジでお疲れ様です。一度村人増設のために立てておいたフェンスは全て破壊して OK で、猫とウサギの対決始まっちゃってます。で、こうしていると皆さん、ゴーレムがね、湧いたりするんですよ。で、このゴーレム、放置しといてください。後で倒す必要があるんで、ここら辺もじっくりやってきます。湧いてても湧いてなくても OK。ここから、辺り一帯ちょっと平たくしまして、うわー、なんかすげえ湧いてるわ。いいね。この装置の、この角の位置ですね。角の位置にガラスを置きます。これを斜めに7つ置いていきます。1、2、3、4、5、6、7。まずね、これを、全方向やってください。ゴーレムが湧いている方、合計3体湧いているはずです。3体湧いてますね。1、2、3、4、5、6、7。上から見るとこんな感じ。これを四方にやっていく。そしてね、ガラスこのように置いていく際に、平地がない場合はこのように平地ちょっと作ってあげて、増設してあげてください。上から見るとこんな感じ。四方に7マス斜めに伸びました。
ここまでできたら、今伸ばした頂点、この頂点と頂点を全部繋いでいってガラスで敷き詰めてしまいます。これ何をしているかというと、ゴーレムはガラスの上にはね、分けない仕様となっていますんで、ゴーレムが処理層にだけ湧くように位置をね、矯正しているという段階でございます。頂点と頂点を繋いでいって、ジャギン、大きな四角ができました。そしたら、中ドカーンと埋めちゃってください。いや、結構ね、ガラス数使いますけれども、もう砂とか焼いてね、ぜひ大量に作ってみてください。ドカーンとガラスで敷き詰めました。敷き詰めそびれないかね、ご確認ください。ここまでできたら、一度仮ブロックなどで上に天井に上がっていただいて、四角の長方形の長い部分に立ちます。長い部分にブロックを3マス、よいしょ、あっち行ってね。3マス置いて、ズバーンと伸ばしていきます。こちら、もう下までドカーンと伸ばしまして、上から見るとこんな感じ。今置いた反対側、対角線のこの位置に立ちまして、仮ブロックからの外側に丸石の塀。この位置関係。仮ブロックは壊してもらって OK で、高さは3マスにします。上から見るとこんな感じ。では、この塀をズバーンと伸ばしていくんですが、伸ばす方向は3段追加した側にこの字型で伸ばしていきます。どういうことですか？ゆっくりやっていきましょう。伸ばしていきまして、この段差の下はね、置かなくて OK です。横から見るとこんな感じ。段差が右側にあります。では、この段差側も伸ばしてあげて、では、ここの右サイドもこのように塀を立てて、よいしょよいしょ。角はこのような形にしてください。で、また3マスの塀を伸ばし続ける。上から見るとこんな感じ。このような位置関係で塀が置かれました。このタイミングで、生だらとか生酒をご用意いただいて、辺りにいる猫にね、こうやってあげて、よいしょ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 。お食べ、仲間にしてあげてください。これ今何をしているかというと、じゃぎん。はい、どうぞ。ベッド4台につき、猫が1匹生まれる仕様なんですね。そして、最大5体まで増えるという仕様があります。なので、猫ちゃんをなるべく、ここが湧きそうなんですが、湧きそう以外にお座りさせておきたいですね。5匹。なぜか。ゴーレムは今後、この面に湧きます。一方で、猫ちゃんが仮にここにいた場合、はい、ゴーレムが湧きます。ランダムに湧きますよ。ランダムに湧こうとして、ここに湧こうとしちゃった場合、被さっちゃいますよね。なんと、そのターンの湧き思考って言うんですけど、湧くアクションがキャンセルされてしまうんですね。なんで、猫ちゃんは5匹救出してあげてください。なんで、はい、じゃあちょっと君ね、おさりどうぞ、食べてもらって、今4匹いますが、あたり一体このように捜索していただいてもいいですし、人によっては、このね、ちょっと一回中入って、猫ちゃんいましたね。村人ハウスにいる可能性もあります。そういった場合もお座りさせてあげてください。ちなみにこれハーフブロックにしている理由はゴーレムが湧かないようにするためです。戻りまして今5体お座りさせていますんで、ちょっと仮ブロックでねこのように階段作ってあげて、はい、ちょっとみんなついてきて一回、はい来て、はい猫ちゃん、はい猫ちゃんシリーズ、はいいいねいいねいいね、偉い素晴らしい、偉いねみんな偉いじゃん、はい赤ちゃんも大丈夫、落ちる、大丈夫かそんなそんな大丈夫か、でちょっともう一回お座りさせてリードで外出してあげて、はいお座り、はいこっち来て、はいオッケー。ここまでできたらこの正面の装置の手前3マス破壊してあげてください。せっかく置いたのにというね方ご安心ください。こっからゴーレムトラップ完成に向かいます。そしてこの今3マス削ったところ2列ねこのように出っ張らせてあげてください。上から見るとこんな感じ。そしてこの今削ったところ深さ2マスになるように削っていただいて、ちょっとゴーレムちゃん邪魔なんでね、はいこっち来といたやつ後で倒す必要があります。ちょっとすげえ大人気ですねこの場所ね。はいグッバイっつってよいしょ、深さ2マスになるように削り終えました。そしたら両側面からお水を1マスずつ置いていきます。そうすると横の水流が生まれて、ではもう一度逆サイドからも水を設置していきます。そうするとど真ん中だけ空間が生まれました。まずこのど真ん中1マス削って真ん中の両サイドも破壊します。そして左側もう2マス追加で壊す。なんかね矢印みたいになりましたが、最後に削ったところにはラージチェストを置きます。ここに鉄が溜まります。そして次にホッパーをチェストに向かってしゃがみながらつけます。そして次は真ん中ホッパ
パーに向かってホッパーをつけます。そしてこちら側もホッパーに向かってホッパーをつける。これ絶対に地面にはつけないでください。しゃがみながらホッパーにホッパー、こちらサイドからもホッパーにホッパーをつけて、逆サイド水の中入っちゃってください。ホッパーにホッパーをつける。でちょっと一回上戻っていただいて、水流に置いちゃって OK です。水源には置かないでください。水流に置いても元に戻ってくれます。こうなってたら OK。 そしてより万全を消すために四つ角も削って、下はホッパーにホッパー、ホッパーにホッパー、上側もホッパーにホッパーをつけてあげて、よいしょ。これでこの上に落ちたアイテムすべてチェストに入る仕組みになりました。では次に水流がない1マスの横立ちまして、ホッパーの上にはまず焚き火を3つ置きます。はい、この真ん中にのみ置いてください。そして焚き火があってちょっと見づらいですが、焚き火の上のブロック、この位置ですね。この位置に看板を置いて、これ煙の前に立ちましたね。看板に、見づらいですが、看板に看板をしゃがみながら設置。そうすると宙に浮いたように看板が設置できます。これを合計3枚置く。横から見るとこんな感じ。焚き火の上に看板が3枚宙に浮いています。そして今置いた右サイドにも置いて、またしゃがみながら宙に浮かせて、左サイドにもこのように看板を設置していきます。看板がね、合計9枚浮いていれば OK。 次に左側、左斜め上にも看板設置。これをまた手前にしゃがみながら3枚やります。次に右サイド、また右上に看板を置いて、またしてもしゃがみながら看板を、看板の種類は木でも何でも OK。ここまでできたら焚き火の列、ブロックを置きまして、両サイドにブロックを置いていきます。高さは2マスにして、上には必ずハーフブロック、石のハーフブロック設置。そして大詰め、この焚き火の上の看板のマスの上、この石の側面ですね、ここに1個マグマを設置します。そうするとマグマがじゅわーっとね広がっていくんですが、看板によってせき止められます。そしてこの壁によってもせき止められる。あれ、究極さん、この看板燃えないんですか？ご安心ください。燃えません。ここまでできたら本当に大詰めです。一度このように仮ブロックで箱の上に行きまして、この四角の一番段差の上の部分、このブロックですね、ここに一個一個お水を設置していきます。皆さんね、お近くに無限水源などを作って、ぜひ水バシャ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 置いてみてください。ドカン！置き終えると段差ができて水がビターッと止まってくれます。ここまでできたら仮ブロック壊し、よいしょ。このようなね、縦積みに使った仮ブロックも全て破壊してください。一度あたりを点検しまして、仮ブロックが置かれてないことを確認。そうしましたら大詰めです。ちなみにこの動画注意点まだまだ続きますので、必ず最後までご覧ください。まず周りに湧いてしまっている合計3体のアイアンゴーレムを必ず倒してください。倒し方としては、このような平地にブロックを3マス縦積みして一発殴ると、はい、私に手が届かなくて私が一方的に叩くことができます。このようにしてゴーレムをまず倒して、はい。鉄もね、ちょっとゲットしておきましょう。この要領で3体必ず倒してください。で、ちょっとね、捜索するのが大変ですが、3マスやって、よいしょ。あっち行かないで。なんかすげえ歩くの早い。あっち行かないで。すぐなんか逃げてない？俺からなんかむしろ。倒す時の注意点なんですが、今私ここで倒しました。一方で、このように、ゴーレムが登れる段差の横とかで3マス縦積みすると、ゴーレム手届きます。こういう段差からは必ず3マス以上離して、4マス目ぐらいに置いてから殴るのをおすすめ。はい、3体倒しきりました。そうすると完成！アイアンゴーレムトラップ。こちら注意点お伝えしていきます。まず仕組みとしては、ゴーレムトラップは村人が最初に紐づいたベッド、それを中心から上下に合計13マス、平面に合計17マスの大きな箱の四角の中にゴーレムが湧くという仕様なんですね。そしてこのゴーレムトラップですが、途中にも私申し上げましたが、村人さんが今回30人いるので、最大同時で3体のゴーレムがこの村判定に出現することができます。そのゴーレム湧いたそばからね、マグマによって倒すことによって鉄を無限に回収できる、そういう仕組みなんですね。そしてじゃあ常に3体湧き続けるわけではございません。こちら本当にランダムなので、一気に2体をこのように湧くこともあれば、なんか1分半でようやく1体湧いたみたいな感じでばらつきはございます。その上で、稼働中にね、ある程度ちょっと鉄集めたいなってなったら、このように鉄インゴットをゲットできます。作れた方ぜひグッドボタンとコメントお待ちします。励みになります。きよきよチャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録頑張ってます。ぜひこちらの顔のボタンから
チャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして他にも装置作りたい方こちらご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。